皆さんこんにちは。アラフォーインストラクターさっつんです。この動画を通して皆様の健康に対する意識と体に対する意識が少しでも変わるきっかけになればいいなと思ってます。それでは始めていきましょう。今日意識するところは腸腰筋です。腸腰筋。腸腰筋は大腰筋と腸骨筋。この2つの筋肉で腸腰筋と言います。大腰筋の中に小腰筋っていうのがね、含まれてるんですけれども、その大腰筋、腸骨筋、これを意識したエクササイズを3つ行っていきます。1つ目は、あんまりきついのは嫌だなっていう人にとって行っていくエクササイズ。そして2つ目、ちょっと1つ目は物足りないなっていう人はこの2つ目を。3つ目は少しその腸腰筋を意識したエクササイズを流動的に行っていきます。なので今日はじゃあ時間がないから簡単なやつだけでとかね、何かこう3つの中で選んで動いてみてください。腸腰筋というものは股関節のインナーマッスルになります。インナーマッスルっていうのは内臓、骨、関節を支えてくれる筋肉で、内側の深層筋になるんですね。で、アウターマッスルとはまた別。インナーマッスルはやっぱり見えない筋肉なので、やっぱり鍛えていくっていうのは結構難しい。意識の仕方も難しいです。でも、ちゃんと鍛えれば、体の内側がしっかりと整って、そして動きとかが楽に、外の力を抜きながら中をしっかり使って動くことができるので、日常生活が楽になります。さっつんが思うにはアウターマッスルも大事だけど、やっぱりインナーマッスル、これが本当に大事だなって日々思ってます。さっつんもね、日々トレーニングを意識をねしているんですけれども、やっぱりもともとちょっとダンスをしっかりやっていたので、結構ねアウターが強いんですね。で、それをインナーに変えていくっていうのがね、本当に毎日苦労してますが、それを楽しむっていうことが大事です。体のエクササイズ整えるっていうのを楽しめてやっていけると、なんかわかんない難しいじゃなくて、難しいわかんないけど、なんかやるたびにちょっと変化が起きている、そういう自分に気づくっていうことがすごく、自分と向き合うっていうことなので、楽しんでエクササイズはぜひ行ってみてください。このね、腸腰筋を鍛えれば腰痛予防、そして綺麗な姿勢、あとは普段なんか歩いたりしてる時に平らなところで手ってねつまずいたこととかないでしょうかね。これもやっぱり腸腰筋が衰えているっていう時に起きる現象でもあるので、しっかりとこの腸腰筋鍛えてルン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 って健やかにね、日々楽しくね生活を送っていきましょう。それでは始めていきます。はい、それではまずは1つ目のエクササイズを行っていきます。運動をあまりしたくない、嫌だーっていう方はこちらを行ってみてください。椅子に座ってみましょう。で、少し浅めに座ってもらって、手をお尻の下に入れた時に当たる骨を座骨と言います。この座骨をぐっとちょっと後ろに引いて、しっかり垂直に座骨が突き刺すようにして座ってみます。で、座った時に骨盤、肋骨、そして頭蓋骨が一直線上になるようにしていきましょう。腰反りすぎっていうのは骨盤をですね前傾すると反りすぎちゃうんですが、そうするとみぞおちがパカーンとねお腹が抜けちゃいます。で、逆にねお腹の力が入ってないとストーンと落ちて骨盤が後傾してしまうので、その中間をしっかりと狙って恥骨を下に下げながら仙骨は上げる。でも
肋骨は優しくちょっと内に入れながらも骨盤と頭蓋骨をつなげて座ってみてください。で、この骨盤をグッと立てる筋肉が腸腰筋になります。今日のね、腸腰筋。では、エクササイズの方を右足1分、左足1分行います。やることは、足をただ上げるだけなんですが、90度よりお膝を少し高く上げていきます。で、少し高く上げることで腸腰筋が使われますので、たくさん上げすぎてしまうとお腹が抜けてしまう可能性もあるので、しっかりと恥骨を下に座骨を突き刺して骨盤を立てた状態で足を上げてみてください。片足1分、片足1分始めていきましょう。脊柱も伸ばす。座骨は下に。みぞおちが抜けないように腹筋と背筋でバランスの取れた力で上半身をサンドしていきましょう。今30秒。もう少し。大腿骨を股関節の方に引き込んであげる。前ももをキュッキュッキュッと引き込んであげてください。あと少し。5、4、3、2、1。反対。同じように骨盤が寝ないように。で、逆に反りすぎてお腹が抜けないようにキュッと下腹と仙骨でも優しく骨盤を挟んであげましょう。で、自分の方に足を引き込む。股関節の方に大腿骨を引き込んでみてください。あともう少し。やっぱりこれやるだけでもね、この足が軽くなったり姿勢も変わったり、この下腹部も強くなりますのでね、ちょっと腰が辛いわって感じるかもしれませんが、あとちょっと。5、4、3、2、1。終了。これが1つ目のエクササイズになります。それでは2つ目のエクササイズ。1つ目が余裕だったわーっていう人は2つ目チャレンジしてみてください。使うもの、ヨガブロックっていうのなんですが、もしこれがなかったら、固めのクッションとかそういうもので大丈夫です。で、あとこれをちょっと仙骨といって、ここら辺に入れていくんですが、入れてみて、ちょっと痛い、無理っていう人はこれを使わないように行ってみてください。はい、ではまず仰向けになります。仰向けになったら、このブロックをこの仙骨と腰椎の間あたりに入れていきましょう。お尻持ち上げて。どうでしょうか？辛くないでしょうか？様子を見てね、入れてみてください。そうしましたら、一旦足を前に伸ばし、骨盤幅、膝とかつま先がだらーんと外に向いちゃう人は、しっかりとこの股関節で骨盤をキュッと挟み込むようにして、お膝とつま先を上に、真上に向けていきましょう。で、その状態を作りましたら、背中にアーチができると思うので、そのアーチを作りながら
肩甲骨をそーっと沈ませようとしてみてください。で、肩甲骨お尻の方に下げて、軽くここのね脇腹を入れていきましょう。そうしたら片足ずつ両膝を曲げ、この恥骨がこう上に上がってこないように下ぐっと股関節で骨盤挟んで、恥骨を下に下げたまま両足をテーブルトップといってすね床と平行になる位置に上げてみてください。その時の意識がこの大腿骨、足を股関節の方にキューッと引き込む意識で、外からも内側からもキュッと入れて、内転筋もしっかりと意識します。この前ももを引き込む意識が腸腰筋になります。そうしましたら、その状態で軽く息を吐いて下腹部を薄くしていきましょう。そこから右足を下にで戻す。左足を下戻す。股関節の付け根を引き込ませる力で戻してあげる。あとはここ骨盤の内側、丹田を意識して動かしてみましょう。外の力を抜き、中の力を使いますので、外側リラックスしたまま動かしてみてください。そうしましたら、ちょっといろんなバリエーションをね、タイムに合わせて行っていきたいと思います。それではまずは両足を90度テーブルトップポジションに入れていきましょう。片足ずつ足を伸ばして、お膝の裏側を伸ばす力を股関節付け根引き込む力に伝えていきます。足を伸ばすときに背中や腰が反らないよう優しく腹圧もかけていきましょう。恥骨も収縮していきます。背中も沈ませて、腹筋と背筋でバランスの取れた力で体を挟んでみてください。足を戻すときに腸腰筋をしっかりと使っていきます。股関節の収縮を感じながら、股関節の真上にお膝を戻していきましょう。次は両足をいっぺんに上げ下げ。この時も腰、背中が反らないよう前面の腹圧を優しく入れて、肩や首、外側の力は楽にリラックスします。足をたくさん下げなくていいので、骨盤がニュートラルポジションキープできるところを保ってみましょう。しっかりと股関節の真上までお膝を戻していきます。前ももを骨盤の方に引き込む。これがポイントです。次は両膝を斜めに。膝裏は過伸せずに少し緩めた状態まで。膝裏を伸ばすときに股関節の付け根に意識を向けて引き込ませてみてください。足の重さで背中や腰がだんだん反って前面が抜けないよう意識。あともうちょっと。股関節でしっかりと骨盤を挟みながら伸ばしてみましょう。
はい、お疲れ様でした。腸腰筋をしっかりと鍛えることで腰痛予防または姿勢改善にもつながってみますので行ってみてください。それでは3つ目は少し流動的に腸腰筋をしっかりと使って動いてみましょう。それでは正座を作ってお膝をぴったりくっつけます。前ももを股関節の方にキュッと引き込ませて座りましたら、骨盤と肋骨、頭蓋骨を一直線にしていきましょう。両手を万歳上に上げたら、お尻がかかとから浮かないようお腹をへこませながら前に倒れていきます。前ももを股関節に引き込ませ、お尻がかかとから浮かないように倒れていく。お腹を薄く、手を前につきましたらつま先を立てて、お尻と肩の高さを変えずにおへその丹田の力でお膝を持ち上げていきます。膝を持ち上げるときに前ももを股関節の方にキュッと引き込む力、腸腰筋を使ってお膝を上げてみましょう。お尻が上がらないよう前面下腹部の力でお膝を持ち上げたら、そこでキープをし、座骨から斜め上に持ち上げていきます。この時にかかとをつけずお膝を曲げ、前ももを股関節の方に引き込ませ、かかとがついてしまうと腸腰筋が抜けてしまうので、膝を曲げたままキュッと前ももを股関節の方に引き入れてみましょう。膝は曲げてますが前ももは引き込む。背中は反らさずにみぞおちを軽く内側へ。かかとはマットから浮かしますが、意識はかかとの方に下げる意識。その状態から右足を前にクロスをして、お膝を曲げたまま母子球、指先で押す力で背中丸めて前に背骨を伸ばしたらプランク。内ももの付け根をキュッと入れてお尻を斜めに持ち上げていきましょう。前ももは引き込んだままもう一度背骨が前、お尻が下がらないよう頭と骨盤を同じ高さをキープ。ラスト、下腹をえぐって背骨を前に、前面の強さで体を支え、お膝を曲げてから前ももを股関節に引き込んでいきます。そうしましたら足をチェンジ。同じように母子球でしっかり押して膝を曲げ、前ももを股関節の方に引き込ませ、前に移動しながら背骨を伸ばす。膝を曲げてからお尻を斜め。もう一度胸の真ん中を高く上げて脇腹を入れていきましょう。脇腹をつなげながら斜め後ろ。ラスト、おへその下丹田から背骨前に、お尻下げすぎないよう前面の強さで支え、最後前もももう一度キュッと股関節に入れていきます。足をほどいて前面に空間を作ったままチャイルドポーズから一度背中を丸く前に、背骨を滑らかに動かしながらブジャンガ。お尻を引きながら背骨積み上げロールアップ。
はい、お疲れ様でした。腸腰筋が鍛えられると下半身に軽さが出てきます。軽やかな生活を送りたい方、また行ってみてください。ありがとうございました。